東尋坊から青年を飛び降りさせた6人の少年。彼らがそこに至るまでの想像を絶する強行とは。2019年10月17日、福井県坂井市、観光名所として知られる東尋坊に3台の車が到着しました。その車から降りてきたのはまだ幼さの残る6人の少年。おい、はよ出ろや。そう言って少年たちがトランクを開けると、そこにはぐったりとうなだれる青年が。青年の顔は元の輪郭がわからないほどに腫れ上がっており、少年たちから散々に暴行を受けたことが見て取れます。しかし彼にとっての本当の恐怖は実はここからなんです。はよして、おらさっさと歩けや。青年を口々に生やし立て、東尋坊の崖の上に追いやっていく少年たち。気がつけば青年は高さ約25メートルの断崖絶壁まで来ていたんです。崖の遥か下からは岩にぶつかる荒々しい波の音、その音と少年たちの嘲笑の声が響く中、そのうちの一人がこう言ったんです。はよ落ちろや。東尋坊で青年に飛び降りを強要する6人の少年。数日間に及び青年をいたぶり続けた残虐非道な犯行の全貌とは。少年たちを暴走させたのは不良グループ特有の危険な集団心理だったんです。おそすけんちゃんです。やみゆみこです。やみこさん、最近ね、グランメゾン東京でドラマ見たんですけど、はいはい見てるとミシュランのお店行きたくなっちゃいますね。ね、出てくる料理が美味しそうだから食べに行きたくなるわよ。あのドラマ見た夜にウーバーイーツでイタリアン頼む。ウーバーイーツで出てくるわけないでしょ、三つ星が。行くのはダリーノ。ダリーノ。自分一人でイタリアンとフレンチ行かないじゃん、まあ僕にね、懇意にしてる女性がいたら行きますけど、一人でフレンチカップルとか囲まれて食うの嫌じゃん。相手がいればいいんでしょ。いやいや、大丈夫。やみこじゃなくて大丈夫です。はい、本日ご紹介するのは福井県で起こった殺人事件について。この事件は被害者の青年がスポットとして有名な東尋坊で少年6人から飛び降りを強要されたという非常に残虐性の高い事件。いや、そりゃもう6人から囲まれて飛び降りろなんて強要されて迫られたら逃げ場がないわよね。めちゃくちゃ怖いじゃないこれ。飛び降りだけでもね、十分怖いんですけど、これもね、犯行の一部でしかないんです。ある日、家族の目の前から姿を突然消した一人の青年。ある不良グループとの関わりが彼の運命を大きく変えてしまうんです。悪い友達。2019年10月、滋賀県東近江市。出ないわね。一体どこにいるのかしら。その日、女性は次男のセータにもう何度も電話をかけていました。セータは約1ヶ月前に家を出て友人と暮らし始めたのですが、この数日一切連絡がつかなくなっていたんです。高校2年で中退した後、介護や建設現場など様々な仕事をしていたセータは交友関係が広く、母親もどんな友人と付き合いがあるのか把握しきれていない状況。セータ自身は明るく友達思いな性格で、そこにも問題はなかったのですが、不良と関わっている噂があり、心配になった母親は行方不明届を出していました。案の定、セータは関わっていた不良グループとのいざこざに巻き込まれていたんです。時は遡り10月8日、セータは同居していた友人 A に連れられカラオケ店を訪れていました。その場にはセータとは初対面の少年 B やその交際相手も、そして彼らの間には友人同士の集まりにしてはどこか不穏な空気が流れていたんです。あの野郎、ムカつくんだよな。少年 A が友人の B に対し密かに漏らしていたのはセータに対する不満。 A はセータと同居し始めて以来いつも彼と行動を共にしていましたが、その中で不信感を覚える出来事が何度かあったんです。一つは A が喧嘩をしている時にセータが助けなかったこと、そしてもう一つは A がセータといる時に暴力団関係者とトラブルになったこと。トラブルが起こる時はいつもセータと一緒だったため、 A はセータのせいで厄介事に巻き込まれているような感覚を覚えていたんです。あいつほっといたらお前やお前の彼女にもとばっちりが行きかねないぜ。そうやって A があることないことを吹き込むと、不良仲間の B はすぐにその気になりました。こうして B を仲間に引き込んだ少年 A はある時不意に立ち上がると、セータに向かってこう言ったんです。なあセータ、スパーリングしようぜ。スパーリングって A は何をするつもりなの？要はただの暴行なんですけど、A がスパーリングと表現したのにはある意図があったんです。うらどうした、もってやり返してこいよ。夜11時、カラオケ店から場所を変えスパーリングと称してセータを殴り始めた少年 A。 それは一方的な暴力ではなく1対1の殴り合いという体裁ではありましたが、セータがやり返せるはずはありませんでした。その理由は A が不良でセータがそうではなかったということだけではありません。実は A は格闘技経験者なんです。
そして最初は見ているだけだった B も次第に暴行に加担し始め、セータへの暴行はみるみるエスカレート。日付が変わる頃には A に呼び出された別の少年4人が加わり、セータを袋叩きにするんです。不良の世界では喧嘩の強さが物を言い、格闘技をやっていた A は17歳から19歳の6人からなるそのグループの主導権を握っていました。5人の少年は A が指示するままにセータをいたぶり、暴行はなんと27時間も続いたんです。27時間？死んじゃうわよ、そんな。通常では考えられないほど暴力っていうところが長期化したのには、少年たち特有のね性質っていうのが関わってくるんです、というわけで本日のメトラキーワード、少年による集団暴力の特徴について。2001年、家庭裁判所調査官研修所は少年による重大事件の研究結果を発表。その中で少年の暴力は集団心理や相互作用によってエスカレートしやすく、時に残虐性の高い事件に発展することを指摘しました。少年の集団による暴力に歯止めが効かなくなることには、集団としての統制が取れていない、暴力が集団の目的となっている、他のメンバーに見くびられたくないなど、仲間を意識する傾向が強いといった理由が挙げられます。少年 A たちの暴行が27時間も続いたのは、それらの集団心理が働いた結果だと考えられるんです。セータは27時間もの間一方的に暴力を加えられましたが、最終的には少年 A の恋人が止めに入り、病院へ連れて行かれることに。セータは全治不明の顔面打撲に肋骨の骨折とかなりの重傷でしたが、暴行のことは口外しないよう少年 A に釘を刺されていました。こうして騒動は一度収束したかに見えていたのですが、一度やばいって言って止められたのにさ、なんでこっからまた A たちはセータに暴行を加えようってなっちゃうのよ。セータがね A たちのそばにいる以上は、この後のトラブルはね避けられなかったんじゃないかなと思います。そしてここから A たちの暴行はこれまでの比ではないほど激しくなっていくんです。終わらない暴力。10月17日、それはセータが27時間もの暴行を受けたあの日から約1週間後のこと。おら、さっさと乗れや。深夜、車のトランクにセータを押し込んだ少年 A。その傍らにはあの日セータに暴行を加えていた他の5人の少年も。あの後一時は A の機嫌も治っていたのですが、実はセータはまた彼の勘に触る行動を起こしてしまいました。 A とトラブルになっていた暴力団関係者に A の居場所を聞かれ、つい教えてしまったんです。不良の A とつるんではいたものの、自身は不良ではなかったセータ。そんな彼が暴力団関係者に凄まれれば A の居場所を黙っておけるはずもなかったのでしょう。一方、激怒した A は再びセータに暴行を加えようとしますが、近隣住民に通報されるのを嫌って場所を変えることにしたんです。そしてセータを車のトランクに押し込み、向かった先で行われた暴行は想像を絶する内容でした。逃げないように押さえとけや。少年 A の視線の先には道路に寝転ばされたセータの姿が。次の瞬間、少年たちはセータの足を車で引いたんです。あまりの激痛に悶絶するセータ。その様子に大笑いした少年たちは、この後も様々な方法でセータを痛めつけていきます。電動ドライバーを口に入れて作動させる。火のついたタバコを鼻に入れる。ライターで皮膚を炙る。少年たちはまるで誰が一番えげつない方法で痛めつけるかを競っているかのようでした。この他にもバットやフライパンで散々に殴打されたセータは、もはや顔の形が原型をとどめていないほどでした。ひどすぎる。セータへの恨みとかもう全く関係なく、痛めつけるのを楽しみたいだけじゃないのよ。集団による少年犯罪の恐ろしい面がもろに出てしまった事件ですよね、これ。朝になると少年たちの中には仕事に向かう者もいました。しかし残ったメンバーによって暴行は続き、仕事に行ったメンバーも帰宅後にはまた暴行に参加。そうやってセータへの暴行は翌日の10月18日まで断続的に続いていきました。その間、元いた6人以外にも A の知人が入れ替わり立ち替わり暴行に加担。セータはまるで誰でも好きなように殴れるサンドバッグのように扱われていたんです。驚かされるのは、そうやって A が知人を集める中で、当時39歳の上田典人という男までもがセータに暴行を加えていたこと。唯一の大人である上田は事態の深刻さを重々分かっていたはずですが、彼は通報すらしようとはしませんでした。そして実は A の知人の中には一人密かに通報した少年もいたのですが、 A たちはとっさにセータを車の中に隠し、警察の追及を逃れていました。一方、警察が来たことで A たちは次第に焦りを見せ始めるんです。どうする？セータをこのまま表に出したら俺ら確実にパクられるぞ。そう、セータはもはや誰かに暴行を加えられた以外には説明がつかないほどに満身創痍の状態。いくら口止めをしたとしても、セータが人前に姿を見せた時点で A たちに嫌疑がかけられるのは目に見えていたんです。嫌な予感がしてきた。絶対こいつらセータを殺してさ、証拠隠蔽するつもりでしょ。そうなんですよ。これがね、冒頭でお話しした東尋坊の件に繋がっていくんです。
少年 A たちはセータへの暴行を隠蔽するため様々に意見を出し合いました。怪我が治るまでどこかに閉じ込めておいて、回復したら金づるとして働かせる、琵琶湖に沈める、ライターオイルで燃やす。自身の行く末について話し合う少年たちをすぐそばで見ていたセータはただ絶望に震えるしかありませんでした。結局少年たちは一番穏便に済ませられる方法としてセータを家に隠してほしいと知人に頼むのですが、その知人には断られてしまいます。ここで再び主導権を握ったのはやはり少年 A でした。俺たちは共犯なんだ、捕まっても人のせいにするなよ。意味深な発言をし、他の少年たちの具体的な暴行の内容を一人ずつ指摘していった A。 こうして一切抜け駆けが許されない状況を作り出した A はついにその言葉を口にするんです。よし、お前ら東尋坊行くぞ。2019年10月18日夕方6時10分、日が落ちた東尋坊はすでに薄暗く冷たい風が吹いていた。6人の少年は車のトランクからセータを引きずり出した。そして殴る蹴るの暴行を加えながら崖の上へ進むように促した。はよしろや、おらはよ歩け。気がつけば高さ約25メートルの断崖絶壁へ追い詰められていたセータ。崖下では日本海の荒波が岩に激しくぶつかり轟音を立てていた。数日に及んだ暴行によってセータにはもはや抗う気力も残っていなかった。涙目で怯える彼に向かい少年のうちの一人がこう言った。はよ落ちろや。それは以前は同居するほど仲が良かった A の言葉だった。その言葉を聞いた瞬間、セータはもういい、これでやっと解放される。冷たい海に向かってその足を踏み出した。これってさ、断崖絶壁から落ちて崖に打ちつけられたりしたら体がボロボロになっててもおかしくないだろうって少年たち考えたわけでしょ。そういう姑息な手段で隠蔽を図ろうとしてたんですけど、最終的に全く無意味だったんです。セータを飛び降りさせた後、少年たちは多賀サービスエリアへ立ち寄り、そこで警察の事情聴取を受けることに。少年 A の知人による通報や家族が行方不明届を出していたこともあり、警察はすでに A たちに嫌疑をかけ捜査を始めていたんです。翌日、滋賀県警は少年 A ら6人と唯一大人で犯行に参加していた上田典人を逮捕。同日、セータの遺体も発見されました。セータの死因は崖下で頭をぶつけたことによる脳挫傷。遺体には暴行の痕跡が色濃く残されており、葬儀でも見せられないほどだったといいます。少年6人は家庭裁判所に送致された後、必要に暴行を加えており非常に悪質とされ、結局刑事裁判にかけられることに。2021年7月、主犯の A は懲役19年、その他の少年らは懲役5年から15年の不定期刑となりました。犯人グループで唯一成人していた上田典人は犯行を主導したわけではなかったため懲役10年の刑に。彼を知る人の多くはその人物像を穏やかだったと語り、なぜこんな事件を起こしたのかわからないと首をかしげたんです。ちなみに犯人グループの7人は全員が同じ飛び職の現場で知り合った仕事仲間。そしてその7人のほとんどが知り合って2ヶ月以内でした。完全に A がリーダーみたいな長い付き合いがあったからそこ出来上がってた関係なのかと思ってたわよ。関係性も浅かったからこそ、お互いを心配するような人っていうのが一人もいなかったんですよ、これ。実は少年たちが犯行に及ぶ前、また別のトラブルで少年たちとセータは一度警察沙汰になったことがありました。その時セータの家族はすでに行方不明届を出していたため、警察は家族に連絡するよう彼に促したといいます。しかしセータは成人していたため、警察もそれ以上は干渉しようとせず、もしこの時セータが家族の元へ帰り A たちのグループから離れていれば、また運命は違っていたのかもしれません。6人の少年が集まり、誰も暴行を止めようとはしなかった結果、青年が地獄の苦しみを強いられ、最後は殺人にまで発展してしまった今回の事件。逆らえば自分が標的になるかもしれない。殴るのを拒否してビビリだと思われたくない。通報してその場を収めても仲間の恨みを買っていつか痛い目に遭わされる。少年たちの心には様々な同調圧力が働いていたのではないでしょうか。もし複数人の友人が一人に暴行を加える場面に出くわしてしまったら、あなたは友人たちのためにどのような行動をとりますか？